どうもこんにちは、まみよしです。今回は超ハイエンド級のプロジェクター。こちら X ジミの Horizon S Max。画質音質に関してもかなりいいプロジェクターになっているので、実際に使用感はどんな感じなのか、使いながらレビューの方をしていきたいと思います。早速やっていきましょう。まずはこちらの Horizon S Max の主な特徴の方を紹介していきます。まず一つ目に関しては使い勝手の良さ。こちらのプロジェクターに関しては底面の部分がこんな感じでね、ターンテーブル式になっていて、なんとこちらのプロジェクター横方向に関しては360度以上。縦方向に関してはここから上方向まで135度調整可能なスタンドを搭載しています。これがめちゃめちゃ便利で、棚とかそれこそ床でもいいし置いてあげて、であとは部屋の中にある一番広い壁の部分に向けて、で高さも調整して、あとは投影するだけでめちゃめちゃ綺麗な大迫力のスクリーンを楽しむことができます。もちろん壁だけじゃなくて90度上側に向けてあげることによって天井にね綺麗な映像を投影することもできるので、寝ながら映画だったり YouTube を楽しむことができます。なのでこのプロジェクターの設置が楽っていうのがかなり嬉しいポイントです。続いて2つ目に関してはデザインですね。こちらゴールドミストカラーって言ってこんな感じのね、ちょっとグレーっぽい感じ。このグレーの天板とか、あとホワイト天板とかブラック天板とか、そういったね、どんな色にでも合うような高級感あるカラーになっていて、しかもね、プロジェクターって置いておくとレンズ部分があって、ちょっと圧迫感があったりするんですけども、こちらね、レンズ部分出てないと思います。で、これどうやって投影するのかというと、プロジェクターの電源ボタンを入れます。そうすると、なんとここの蓋が開いてレンズが出てくるといった感じのギミックを搭載しています。これもね結構嬉しいですね。それこそこれインテリア目的だけじゃなくて、使い終わったらまたシャッターが閉まるので、使ってない時にこのレンズ部分にホコリがかぶっちゃうっていう心配がありません。なので長期間使ってもね、このレンズの中にゴミが入っちゃうとか、そういった心配がねかなり少ないモデルになってます。電源オフにするとこんな感じで閉まって、ホコリとかもシャットアウトしてくれるっていう感じの便利機能も搭載しています。続いて3つ目に関しては補正機能が盛りだくさん。こちらの Horizon S Max に関しては障害物の自動回避機能。例えばこの状況だと左側にコート、右側に YouTube の銀の盾があって、普通のプロジェクターだと映像が被っちゃうんですけども、こちらの障害物自動回避機能をオンにしてあげることによって、コートとかそういった障害物を検知して、障害物を避けて投影することができます。結構部屋の中が散らかってるとか、あとピクチャーレールにいろいろかけてるとか、そういった方はこの障害物自動回避機能結構嬉しいポイントになると思います。それこそ、天井に投影するときにシーリングライトに当たっちゃうとか、そういったこともあると思うので、そういったものを回避してくれるっていうのは結構嬉しいポイントですね。続いて壁色適用機能。僕の家はね、基本的に壁紙っていうのは白色なんですけども、白に関してもね、200色ぐらいあって、僕の家のアイボリーっぽい感じの色なんですよね。そういった壁紙の色だと、ちょっと色合いが暖色によったり寒色によったりしちゃうこともあるんですけども、こちら壁紙適用機能をオンにすることによってしっかりとね壁紙の色をこのプロジェクターが判断して色の補正をしてくれるっていう機能もついてます。これ結構使ってみた感じでね、色違ってくっきりはっきり映るような感じになるので、色にこだわる人にとっては結構いい機能なのかなと思います。であとはね、自動台形補正機能。こんな感じでね本体を振ってあげれば映像はそのままに自動で台形補正してくれます。であとはオートフォーカスも中断せずに自動でできるし、例えばロールスクリーンとかに投影している場合はそのスクリーンのサイズに合うように自動で映像のサイズを調整するなんていうこともできます。目の保護機能がついていて、こうやってね人が通る時に自動で光源の明るさを落として目を保護してくれる機能なんかもありますね。あとはビッグスクリーンモードなんかもあります。でこういったねインテリジェント環境適応技術 5.0 ISA5.0 っていう技術をこちらのプロジェクターは採用しています。そしたら続いては大事な映像とか音声についていきましょう。映像に関してもこちらめちゃめちゃすごくてですね、まずプロジェクターで大事な輝度に関してはこちらなんと 3100ISO ルーメンということでめちゃめちゃ明るくなってます。解像度に関してはもちろん 4K なので明るくて綺麗な画質を実現しています。でこの光源に関しても特徴的で、こちらデュアルライト 2.0 という技術を採用しています。このデュアルライト 2.0 何かというと LED とレーザー光源をハイブリッド2つ使うことによって高輝度、そして高色域、あと色の再現
性、目の疲れにくさっていうのを実現している光源になってます。なので、プロジェクターものによってはね、こう目がちょっと疲れやすいものもあるんですけども、こちらは長時間見続けててもかなり疲れにくい映像になっています。で、デュアルライト 2.0 オンとオフができるので、それも比較してみましょう。左側がデュアルライト 2.0 オンで、右側がオフ、標準の状態になります。デュアルライト 2.0 の方がより明るくて、こうくっきりしてる感じがわかると思います。で、あと映像に関してはドルビービジョン認証も取得しています。こちらは対応の映像を映すことによって、より幅の広いダイナミックレンジで、黒はしっかり黒く、明るい太陽の部分は本当に太陽が照らしてるかのような明るい、その場にいるようなリアルな映像をこちらのプロジェクターで視聴することができます。しかもテレビでは実現できない超大画面で見れるので、プロジェクターでね、見るこの映像の迫力っていうのはかなりすごいものになってます。で、他にも IMAX エンハンスド認証っていうのも取得しています。IMAX ってね、結構映画好きな人とか聞いたことあると思います。映画館とかにも IMAX ありますよね。それに対応してるっていう感じですね。で、この IMAX エンハンスドの認証、かなりね、取るの難しい企画らしくて、画質も良くて、あと音声も良くないと取得できない認証になってます。で、結構ね、プロジェクターって画質はいいけど、スピーカー音質がちょっといまいちだっていうものが結構あるんですけども、こちらに関してはなんと、ハーマンカードンのスピーカーを搭載しています。しかもすごくて、プロジェクターものによっては 5W×2 個とか、小さめのスピーカーを搭載しているものも多いんですけども、こちらはなんと 12W のスピーカーを2機搭載しています。合計 24W ですね。ハーマンカードンのスピーカーでかなり有名なものを積んでるし、出力に関しても大きいので、超大迫力な音声を出力することなんかもできます。あと360度サラウンドスピーカーシステムにこちらはなっているので、例えばドルビーオーディオとか対応してる映像とか流すときは、本当にね、空間で鳴ってるかのような音声をここから鳴らすことができます。あとはね、こちら Bluetooth スピーカーとしても使えるので、普段映像を見るときはプロジェクターとして使って、仕事してるときなんかはこちらで Bluetooth スピーカーとして BGM を流すなんていう使い方もできます。で、気になる端子類に関しては、こちらのボタンが電源ボタン、HDMI 端子ですね。こちら EARC に対応しているので、スピーカーとかもつなげられるし、あとはパソコンをつないでモニターとして使ってもいいし、ゲームをつないで大画面でゲームを楽しむなんていう使い方もできます。ゲームモードもしっかり搭載しています。で、こちらに関しては USB-A が2つ、外付けハードディスクの映像とかを楽しむことなんかもできます。ちなみにこの HDMI に関しては 2.1 規格になってます。で、あとはこちら下側に電源の端子があります。こちらは付属の AC アダプターを使ってっていう感じです。で、付属のアダプターに関してはこちら結構でかい AC アダプターになっています。プロジェクター自体のスペックも高いので結構電力も必要ですね。300W の AC アダプターになってます。で、低遅延のゲームモードに関しては 20ms 以下になってますね。で、あとはね、MEMC って言って、例えば 24fps とか 30fps みたいな、ちょっとカクカクした映像を 60fps みたいな感じで、こうフレーム保管してくれる技術なんかももちろん搭載しています。で、OS に関しては Android TV 11.0 を搭載しています。そうしたらね、実際にこちら使って映像、音質、そして使い心地に関してチェックしていきましょう。まずは操作の快適さですね。スクロールとかに関してもかなり速くて動作がもっさりしてるなんていうこともありません。YouTube 開いてみます。YouTube。起動も早いですね。今動画再生してみてるんですけど、めちゃめちゃ画質綺麗ですね。かなりくっきりしてます。で、動画のスキップとかに関しても、普通に早いですね。YouTube に関してはかなり快適に見ることができます。ただね、実際に使ってみてちょっと欠点だなって思ったことが、これ設定から速度。僕ね、普段 YouTube 動画とか2倍速再生にすることが多いんですけども、こちらはね、こんな感じでこのデバイスではご利用いただけませんということで速度調整ができなくなってます。なので、ここはね、ちょっと気になる方いると思います。ただ画質とかね、発色に関してはかなり綺麗になってます。YouTube こんぐらいですね。で、あとはもちろんプライムビデオでアニメを見るなんていう使い方もできます。アニメ流してるんですけども、かなり綺麗に見えますね。なんかこれ、プライムビデオに関しては 4K 映像じゃないんですけども、かなりくっきり見えてる感じです。
しかもね、これ MEMC 対応してるので、こうやってアニメとかフレーム数が少ないものもしっかりとヌルヌルした映像でチェックすることができます。で、あとはこちら Google Play Store 内蔵しているので、後から自分の好きなアプリをインストールして使うこともできます。で、あとね、プリインストールアプリもありまして、X Music Player、スマートフォンとペアリングして音声を流すこともできるし、XGIMI Ball、こんな感じで普段から壁に投影しておくなんていう使い方もできたりします。あと、ファイルマネージャーに関しては、内部ストレージとか、あと外付けディスクとか、USB-A で繋いであげて、ここから動画とかを閲覧することもできます。リモコンの上にあるボタンを押すことによって、こちらプロジェクターの設定を一気に呼び出すことができます。まずこちら中断なしの自動台形補正。これをオンにすることによって、例えばこんな感じで横に動かしたり、あとは縦に動かしたりしても、しっかりと台形補正を常にした状態で映像を動かすことができます。かなりリアルタイムで補正できているのがわかると思います。自動台形補正の機能はかなり強くなってます。で、さらなる画像補正設定。こんな感じで手動で台形補正することもできるし、オートフォーカス、ここから出すこともできるし、あとはね、リモコン自体にオートフォーカスボタンがあるので、そこを押してフォーカスを変えることもできます。これはマニュアルフォーカスですね。ガチピンを合わせたい時とかはこれで詰めてもいいと思います。で、あとは画像のズームですね。これ今最大サイズになってるんですけども、こんな感じで縮めることもできます。例えばこの壁から全部はみ出しちゃうとかそういった場合はこうやってズームアウトして小さくするっていうのもありです。あとスクリーンのシフトに関してはこれ上下左右調整することができるんですけども、画面が小さくなってる時にこう移動させられるってやつですね。こちらはこの自動障害物回避を使うと周りの障害物を避けて真ん中にちょっと小さく映るので、その状態で縦とか横にちょっと微調整する時に使うのがおすすめです。画面の回転に関してはこんな感じでちょっと角度をつけられるってやつですね。左右45度画面を回転させることができるので、ちょっと斜めってるって時にここで微調整してあげるといいと思います。基本的にはあんま使わないですね。続いては台形設定。起動時の台形補正だったり、あとは自動障害物回避。これをオンにすることによって、こんな感じで左にあるコードと右にある銀の盾、これを避けて真ん中に自動で障害物回避して投影することができます。あと、こちらの自動画面調整に関しては、こちらをオンにしてあげることによって、ロールスクリーンとか、ロールカーテンとかがある場合は、そこにしっかりと映像が入るように調整してくれる機能になります。ロールスクリーンとか持ってる人にとっては嬉しい機能です。あと、焦点設定に関してはフォーカスですね。起動時の自動オートフォーカス、動作開始時の自動焦点。動作開始時っていうのはこうやって横に動かした時ですね。この時に自動でフォーカスをオンにするかっていう設定になります。プロジェクターの位置に関してはこちら三脚穴があるので天井投影もできるんですけども、そういった時にこう反転させるための機能ですね。という感じで補正機能はこんな感じでかなり多くなってます。で、あと他にも色々と機能がありまして、まずピクチャー設定、光源モード。今回特徴として紹介したデュアルライト 2.0 ハイブリッドの光源と、あと3色レーザーだけをオンにする設定もあります。これ両方撮ってみたので映像どうぞ。こちらが3色レーザー。で、こちらがデュアルライト 2.0 になります。デュアルライト 2.0 の方がこう明るさ、輝度も上がって、よりね、こうくっきりはっきり映る感じがします。なので基本的にこれ3色レーザーにする必要なくて、デュアルライト 2.0 のまま使っていくのがいいと思います。で、あとは自動輝度調整。周りの明るさに応じて輝度を調整してくれる機能だったり、あとこちらは輝度ですね。こちらは1から2、3、4、5、6、7、8、9、10。そして最後10プラスっていうブーストモードがあります。これブーストモードにすると自動輝度調整はできないのでそこだけ注意。基本的には10でいいかな。で、コントラスト拡張に関しては黒をより黒くっていう感じですかね。コントラスト拡張オン、オフ、オン、オフ。こんな感じで変わります。で、あとはピクチャーモードですね。ピクチャーモードは標準、映画、スポーツ、明るい、ソフト、カスタム、ハイパワーがあります。基本標準でいいかなっていう感じ。で、映画とかだとこう色味がちょっと変わっていくっていう感じですね。で、さらにこの中の設定っていうのもいじれまして、モードを選択した後にもう一回押すと動き保証 HDR ローカルコントラストを選ぶことができます。動き保証っていうのは MEMC ですね。フレーム保管機能をどれくらい強くするのか、HDR のオンオフ、そしてローカルコントラスト、コントラスト調整をどのくらいするのかを選ぶことができます。で、あとゲームモードに関してはこれをオンにしてあげると低遅延と超低遅延から選ぶことができます。この下の超低遅延モードに関しては画像補正機能っていうのは使えなくなるのでそこだけ注意してください。低連天使でもね、全然ゲームできると思います。で、このゲームモードをオンにするには HDMI でつなぐ必要があるのでそこだけ注意ですね。で、あとは Dolby Vision の設定。これ Dolby Vision を再生してる時に設定できる機能と、あと IMAX Enhanced
これは自動とオフで調整することができます。この iMAX に関しては対応ビデオのみです。あとプロフェッショナルレベルの色精度っていうのがありまして、ちょっと試してみますか。こちらが有効にしてない映像。で、ここからプロフェッショナルレベルの色精度を開始してみます。輝度、カラー設定、画像カスタムのパラメータを自動調整します。開始。はい、こんな感じで色味が変わりました。これ一瞬でできますね。これが標準。色調整とかするときは、このモードを使ってもいいと思います。で、入力に関しては HDMI 接続で、これ自動電源をオンにしておくことによって、HDMI の機器の電源を入れたら勝手にプロジェクターがつくっていう設定なんかもできます。あと、詳細設定に関しては Bluetooth 認識の切り替えだったり、あとスマート視力保護機能っていうのはこれをオンにすることによって、ちょっとこう前を通ったら視力保護でしっかりと暗くして目に光が入ることがないようにできるっていう機能です。で、あと音響設定ね。音響が今回結構すごいので音質もチェックしていきましょう。ハーマンカードンオリジナルとあと DTS バーチャル2つの種類があります。サウンドモードに関しても標準映画スポーツゲーム。映画が標準になってました。そしたら音質チェックしていきましょう。という感じでね、ハーマンカードンと DTS バーチャル比較してみたんですけども、DTS バーチャルの方がちょっといい音な気がしますね。こっちの方が低音とかもしっかり出て迫力がある感じ。これは好みで選んでみるといいと思います。で、サウンドモードに関しては映画とゲームが結構迫力あって、標準はちょっと低音が抜けた感じ。なので基本的には映画かゲームにしておくのがいいと思いました。そしたら 3100ISO ルーメンどのくらい明るく見えるのかチェックしていきます。まずは夜でカーテン閉めた状態。これだともうかなりくっきり映ります。画質も綺麗。続いて夜で電気 100% にした状態。この状態だと結構薄く見えちゃうプロジェクターが多いんですけども、こちらはしっかりとくっきり見ることができます。これすごい。続いては日中でカーテンを閉めた状態。これもかなりくっきり見えます。という感じで 3100ISO ルーメンかなり輝度が高いのがわかるかと思います。ということでいかがでしたでしょうか。こちら X ジミの Horizon S Max、ハイエンドプロジェクターということで画質音質に関してもめっちゃ良かったし、どこにでも簡単に投影できるっていうのも便利です。あとこんな感じでね、電源オフにしてるときはレンズ部分も出ないので棚とかに置いてあってもインテリア的にこう圧迫感もないし、見た目も気にしつつ映像音質にもこだわる、そして設置は簡単にしたい、そんな方におすすめなプロジェクターになってます。値段はねかなり高めではあるんですけども、その分性能はかなり良くなっているので興味がある方はぜひチェックしてみてください。製品の情報だったりセールの情報に関してはぜひ概要欄チェックしてみてください。ということで以上 X ジミのハイエンドプロジェクター Horizon S Max のレビューでした。バイバイ。